寒いだったから、ちょっと暖かく、あたかくなれるお主を選びました。よいしょ。マチューリの少女。それは寒い日でした。雪が降っていて、辺りはもう暗くなりかけていました。その日は一日のうちで中盤おしまいの大晦日の晩でした。この寒くて薄暗い夕暮れの通りをみそぼらしい身なりをした年のいかない少女が一人、帽子もかぶらず靴も履かないでとぼとぼと歩いていました。でも家を出た時にはスリッパを履いていたのです。けれどもそんなものが何の役に立つのでしょう。なぜって、とても大きなスリッパでしたから。無理もありません。お母さんがこの間まで使っていたものですもの。ですからとても大きかったわけです。それを少女は履いて出かけたのですが、通りを急いで横切ろうとしたとき、2台の馬車が恐ろしい勢いで走ってきたので、慌てて避けようとした拍子に亡くなってしまったのです。片方はそのままどこかへ見えなくなってしまいました。もう一方は男の子が拾って、今に赤ん坊でも生まれたらゆりかごに使うんだと言いながら持って行ってしまいました。こういうわけで今この少女は可愛らしい裸足の足で歩いているのでした。その小さな足は寒さのために赤く青くなっていました。古ぼけたエプロンの中にはたくさんのマッチを入れていました。そして手にも一束持っていました。今日は一日中売り歩いても誰一人買ってもくれませんし、シーリングのお金さえ恵んでくれる人もありませんでした。お腹は減ってしまい、体は氷のように冷え切って、見るも哀れな痛々しい姿をしていました。ああ、かわいそうに。雪がひらひらと少女の長いブロンドの髪の毛に降りかかりました。その髪は襟首のところに、それは美しく巻いてありました。けれども今はそんな自分の姿のことなんかとてもかばってはいられません。見れば窓という窓から明かりが外へ差しています。そしてガチョウの焼肉のおいしそうな匂いが通りまでプンプンと匂っています。それもそのはず、今日は大晦日の晩ですもの。そうだわ、今日は大晦日の晩なんだものと少女は思いました。ちょうど家が2軒並んでいました。1軒の家は引っ込んでいて、もう1軒はそれよりいくらか通りの方へ突き
き出ていました。が、その間の隅っこに少女は体を縮こめてうずくまりました。小さな足を体の下に引っ込めてみましたが、寒さはちっともしのげません。それどころか、もっともっと寒くなるばかりです。それでも少女は家へ帰ろうとはしませんでした。マッチは一つも売れてはいませんし、お金だって1シリングももらっていないのですから、このまま家へ帰ればお父さんにぶたれるに決まっています。それに家へ帰ったところでやっぱり寒いのは同じです。屋根はあってもただあるというだけです。大きな隙間には藁やボロ切れが詰めてありますけれど、それでも風はピューピュー吹き込んでくるのです。少女の小さな手には寒さのためにもう死んだようになっていました。こんな時にはたった一本の小さなマッチでもどんなにありがたいかもしれません。マッチの束から一本取り出して、それを壁にすりつけて火をつけさえすれば、冷たい指は暖かくなるのです。とうとう少女は一歩を引き抜きました。シュッ。花火が散ってマッチは燃え尽きました。暖かい明るい炎はまるで小さなろうそくの火のようでした。少女はその上に手をかざしました。それは本当に不思議な光でした。なんだかピカピカ光る真鍮の蓋と真鍮の銅のついている大きな鉄のストーブの前に座ってるような気がしました。まあ、火はなんてよく燃えるのでしょう。そしてなんて気持ちよく暖かいのでしょう。本当に不思議です。少女は足も温めようと思って伸ばしました。と、その途端に炎は消えてしまいました。ストーブもかき消すように見えなくなりました。少女の手には燃え尽くしたマッチの燃えさしが残っているばかりでした。また新しいマッチをすりました。マッチは燃えついて辺りが明るくなりました。光が壁に差すと、壁はベールのように透き通って、少女は中の部屋を透かしてみることができました。部屋の中には輝くように白いテーブルクロスをかけた食卓があって、立派な陶器の食器が並んでいます。しかもそこにはお腹にすももやリンゴを詰めて焼いたガチョウがほかほかとおいしそうな湯気を立てているではありませんか。けれども、もっと素晴らしいことには、そのガチョウがひょいとお皿から飛び降りて、背中にフォークやナイフを突き刺したまま床の上をよたよたと歩き出したのです。そして貧しい少女の方へまっすぐにやってくるのです。と
その時、マッチの火が消えてしまいました。後にはただ熱い冷たい壁が見えるばかりでした。少女はもう一本新しいマッチをつけました。すると今度は例えようもない美しいクリスマスツリーの下に座っているのでした。それはこの前のクリスマスの時にお金持ちの商人の家でガラス戸越しに見たものよりもずっと大きくてずっと立派に飾り立ててありました。何千本とも数えきれないほどのたくさんのろうそくが緑色の枝の上で燃えていました。そして商店の飾り窓に並べてあるような色とりどりの美しい絵が自分の方を見下ろしているのです。思わず少女は両手をそちらの方へ高く差し伸べました。とその時、またもやマッチの火が消えてしまいました。たくさんのクリスマスの光は高く高く昇っていきました。そしてとうとう明るいお星様になりました。その中の一つが空に長い長い光の尾を引いて落ちていきました。ああ、誰かが死んだんだわと少女は言いました。なぜって今はこの世にはいませんが、世界中でたった一人だけこの子を可愛がってくれた年を取ったおばあさんがよくこう言っていたからです。星が落ちるときにはね、人一人の魂が神様の身のもとに登っていくんだよ。少女はもう一本マッチを壁に吸い付けました。あたりがパーッと明るくなりました。その光の中に年取ったおばあさんがいかにも優しく、いかにも幸福そうに光り輝いて立っているのでした。おばあさんと少女は叫びました。ああ、私も一緒に連れて行って。だってマッチの火が消えちゃえばおばあさんは行っちゃうんでしょ。さっきの温かいストーブやおいしそうな焼きガチョウや、それから大きくて素敵なクリスマスツリーみたいに。そう言って少女は束の中に残っているマッチを大急ぎでみんなすりました。こうしておばあさんをしっかりと自分のそばに引き止めておこうとしたのです。マッチは赤々と燃え上がって辺りは真昼よりもっと明るくなりました。おばあさんがこの時ぐらい美しく大きく見えたことはありませんでした。おばあさんは小さな少女を腕に抱き上げました。二人は光へと喜びに包まれながら高く高く天へと登っていきました。もう少女には寒いこともお腹のすくようなことも怖いこともありません。二人は神様の身のもとに
召されていったのです。けれども、寒い寒いあくる朝のこと、あの家の隅っこには小さな少女が頬を赤くして口元には微笑みを浮かべてうずくまっていました。ああ、でも死んでいたのです。古い年の最後の晩に冷たく凍え死んでしまったのでした。新しい年のお日様が昇って小さな亡骸の上を照らしました。少女はマッチの束を持ったままうずくまっていましたが、その中の一束はもうほとんど燃えきっていました。この子は温まろうとしたんだねと人々は言いました。けれども少女がどんなに美しいものを見たかということも、またどんな光に包まれておばあさんと一緒に嬉しい新年を迎えに天国へ登っていったかということも、誰一人知ってる人はありませんでした。とさおしまい。